こんにちは。こんにちは。こんにちは。動画のコメントでリクエストがいっぱいあって、泳がせ釣りの仕掛けを教えてくれ、結構気になってるみたいですね、みんな。だってさ、いっぱい釣りがあるやん、俺らいっぱいしてきたやん、その中で大物釣っとってさ、泳がせが多いやんで俺らいつもさ、泳がせ間違いないねっていつも言いよけん、多分気になるっちゃやってみたいでしょうね。やってみたら面白いもんね。一番好きな俺一番好きな釣り、そう、トークショーでもフィッシングショーで言ったですね。一番好きな釣りは泳がせる。さ、こう糸が出ていってさ、足が暴れよ暴れよ暴れよ、ウィーンって走っていく感じで、あれ楽しいよね。楽しい。めっちゃ楽しい。ね。ってことで今回は泳がせ釣りのタックルとか仕掛けをちょっと説明というか紹介しようかなと思います。はい。じゃーん。まずじゃん。硬い竿。竿は硬い竿で、竿は別に何でもいいんだけど、本来磯竿がいいって。長い磯竿のぶっといやつ。あ、島の人たちやってた。磯竿のすごいパワーがあるやつ。石鯛釣ったり、石鯛釣りってさ、物干し竿みたいなのこうするやん、もうそんなのがいいって。磯竿のいいやつを買った方がいいって。でも俺らはなんでこれを買ったかというと、ショアジギングにもしたいと。だって泳がせだけのための竿ってさ、もったいないやん。かといって磯釣りせんやん俺らだけこれでトップとかやってます。そうそうそう、これでショアジギングで平正トップってこんくらいのルアー投げて引くやつと併用できるように買いました。とにかく硬い竿がいい。でこれは XXH って言ってよくわからんね、見たらで、だって俺らヘビーとかさ、普通のショアジギングはミディアムヘビーか、俺がミディアムヘビー、ミディアムヘビーかで、そんな中ヘビーは H やろ。これは XXH だから、ダブルエクストラヘビー。そんくらいもう硬ければ硬いほどいい。でリールはなんか8000万ぐらいのもいいって言ってたけど、俺らはシマノとダイワで多分違うんだよね。だってこれめっちゃでかいもん。でもね、これでもちっちゃく感じてきた最近。ああそうね、これより大きくてもいいかもね。でも店員さんとかなんかその島の人に聞いたら、とかネットで調べたら7000とか8000で、ダイワで4000ぐらいがいいって。でリーダーが俺らトップで使う時は PE の4号を使ってるんだけど、普段泳がせだけするときは8号使ってる。8号ね。太すぎやろとかコメントあったけど、それこそプロの人とかに聞いたら、マスオさんね、マスオさんに聞いたら8号でいい、十分って。泳がせは本当どんな魚がかかるか分かんない。それこそこんくらいのアラカブの可能性もあるし、こんくらいのブリの可能性、ヒラマサもある。クエとか10キロ20キロ、下手したら30キロとか、この間行ったところ下に20キロクラスがいるって言われてたし。だから念のため何がかかるか分かんないから、一番いいのが釣れた時に耐えれる竿を安心しときたいってことで、PE は8号、6でもいいけど6か8、でリーダーが俺ら90ポンドとか100ポンド使ってるけど、そのマスオさんが言うには200磯とか堤防から泳がせする場合は200でいいよってそんくらい太くていって、一応俺ら90ぐらい使ってる。でこれはちょっと他の動画でリンク貼っとくけど、ここ結ぶやつ、リーダーボビンノット、これは FG ノットだけど、ボビンノットって言って PR ノットってコメントであったかな。で P8 号でリーダーが200ポンドぐらい。一応解説しとくけど、なんでこれが必要かっていうと、 PE はこの引っ張る力に強い。伸びない、全く伸びないけど、岩とかにピュッて擦れたらもう一瞬で切れる。こういうところにピッてやったらもう切れる。横に弱いんですか？横の縦には強いんですけど、擦れに弱いけど引っ張りに強い。でこれは引っ張りに弱いけど擦れに強いか知らないだからショックリーダーってよく言うんだけど、ショックを吸収してくれるわけよ。と擦れに強いわけ。一番は根ずれですね。根ずれだね。ヒラマサとか根に持っていくから。だからリーダーは絶対必要なので PE をつけて、リーダーを泳がせならもう3メーターぐらい、3ヒロぐらい、1ヒロってねこの大きさらしい。だから人によって違うけど1ヒロ、2ヒロ、3ヒロぐらいリーダーを取りましょう。すると根に入られても、だってキムがヒラマサ釣った時もこれボロッボロだったから、であれが PE だと絶対すぐ切れてる。ただリーダーの分でスレッでこう戦って上げれたからボロボロだけど上げれたの。で俺らの方法はこっからいろいろあるんだけど、重りをつけてどんぶり仕掛けって言って、貸してこの先っちょに、キムが重りになって重りをつけて、重りをこう沈めます。そしてここからラインを出して、ここに針をつけてアジを泳がせる。これがね根魚狙い。
でも俺らこれは一切しません。しないね。一切しません。しないしない俺らはフリーで泳がせます。でフリーで泳がせても、例えば下に落としたいっていう時は尻尾切るの、アジのケツの尻尾切ったら泳げなくなってずっと沈んでいってくれるし、フリーにしてもね結構あいつら沈んでいくんだよね。ボトム付近に行くんだよね。だから今までの超過で言うとフリーでしか釣ったことないから。で次にこれじゃないですか、一番気に一なるのは。番気になるのはこれだね。一番の肝でしょこれは。太い針でいいんだよ、太い針。何用でもね。こんくらいの針で、こんだけリーダーが太くなると、この針のさ、穴に。そうそう、穴がないと結べないから、200ポンドとかやったら、このさ、穴がないやつあるやん、針に。これ。で、漁師結びって言ってさ、漁師結びっていうか知らんけどさ、この穴を通さないで結ぶ方法ってあるけど、これでやったら針が太すぎてすっぽ抜ける。なので、この穴があるやつにしましょう。で穴があるやつで結び方もいろいろあって、ちょっと調べたけど、強い結び方調べたけど難しかったから僕はまず通します、でもう一回通します、通して、そしたら輪っかができました。こうね、で輪っかができたらこれをこっちからこの輪っかを作った状態でこっからこう通しますね。下から。でこれをギュッともう締めます。ギュッと締めます。そしてここからハーフヒッチ、こうまあ下に輪っかを作って、これ P ライン結ぶ時も一緒だけど、これをやってこれをギュッと、でこれギュッてしてからもう一回ハーフヒッチ。これねヒラマサトップとかルアー結ぶ時もこれでやるんだけど、これが強いかなと思って、でこれをまあ何回か5回ぐらいで、本当はこれ毎回ギュッてした方がいいけど、まあ今回はこんな感じなんで、で最後はちょっとこれいくよ、1回通しの2回通しで最後こうギュッてして、ここを切ったら完成、この状態でアジを引っ掛けるんだけど、これまたいろいろあって、アジのサイズもいろいろあるわけだ。で大体さこんくらい、まあよくて釣れてこんくらいやんアジって、で俺らが泳がせるのは結構30センチクラスの泳がせるんだけどこれちょっとでかすぎだけど、まあ25とかを泳がせるんだけど、25とかを泳がせる場合は、引っ掛ける場所でかける場所がこの鼻の穴見える？あるんですよ。よく見たら分かる。ここに鼻があるんだけど、ここにかける。でもね20センチとか結構小アジクラスだとここがすぐパチンって取れるから、ちっちゃかったら俺目のね、これ島のおじちゃんに教えてもらったんだけど、目の付け根ちょっと待ってね、ちょっとずらす。ここの目からこう入れるの。これでっかいからあれだけど、目の付け根から入れて目の付け根から出す方法、ちっちゃいアジならね。でこんくらい大きかったらこの鼻の穴に入れて、鼻の骨があるからこんな感じ。そうこれだとさ25センチクラスの一番いい感じの泳がせだとこれで外れない、でも20センチ以下15センチとかだったら目にかける、でさらにもっとちっちゃくなったら、もっとちっちゃいアジ、もう豆アジしか釣れなかったら、針がこんな重いからかけてもアジがどんどん沈んでいってすぐ弱って死ぬので、そういう時に使うのがこの池餌ローリング。これアシストフックね。ちっちゃいアジにつけるとね、すぐ死んじゃいます。すぐ死ぬ。もうでかい、こんなでかい針をちっちゃいアジにつけるともうほんと一瞬だから、ここにここなんかセロハンみたいなのついてるから、まあこれを完全に刺すだけです。この穴にこのビニールに突き刺します。こう、でちょっとここ奥まで入れないけどここまで入れたら完成で、これをちっちゃいアジにかけて泳がせます。で針届いてないやんと思うけど、あいつらもう完璧魚丸飲みするから、別にちっちゃい針だけにブリがかかるわけじゃない、ここだけにブリがかかるわけじゃない、全部食うからちゃんとここまでかかるので、これでアジを泳がせたら弱らないけど、まあ針の重みでちょっと沈み気味になるけど、でもやっぱり20センチ20センチぐらいあるのが一番いいよね。はい、他なんか補足することはありますか？補足すること、あとは待っとる間とか。あ、いいね。これ待ってる間、これいろんな方式があります。本来はこのベールをパカッてしてフリーにした状態で待っておきます。でフリーにして待ってたら、こうずっと泳げてたらさ、ピク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 ってなったら、暴れてる、アジが暴れてるなっていう時にブル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 っていきなり出ていくので、これすぐ合わせたらダメ。青物は大体頭から食うって言うけど、まあ青物じゃないヒラメ
とかなんか他の魚がケツから食ってる場合もあるので、食い直させるために5秒からかな。俺は5秒どんくらい待つ？俺はどうだろう、もう完全に走り切ったら、だからウィーンってなったらほらシーバスバ泳がせで釣ったじゃないですか。あの時さ、シーバスが半分しか食えてなかったんですよ。そうねそうね。この状態ずーっと泳いでたから、食えあ、食った。まだもう一回いけ、もう一回いけ。食えた。もうちょっと、流そう。うわ、2匹いる。あ、ちっちゃい方が食ったんだ。合わせれるかも。すごい。あれ見てからちょっとまた送るようにしてますね。で、あれシーバスも食ってから泳いでもう一回食い直したもんね。であれで5秒から10秒ぐらいだったかな。そうですね。で大体結構早合わせでグンって重み乗るけど、多分味加えてる味がすっぽ抜けた感じなんだろうから、でまあシューッと走らせて、せーので下ろしてガーンって合わせ、でこっからがオリジナル。わかんない、あったかもしれないけど、釣り岡オリジナルのやり方、これが面白いんだ。このねドラグをね、釣り岡オリジナルは面白いよ。まあ普通だとガッチガチなドラグ、これをねありえないぐらい緩めます。もうゆるゆるにします。まだこんなゆるゆるしていい。あ、こんなもうね軽くつまんでもピューって出るぐらい。まだだな。もうこれ外れんじゃねえかぐらい緩めます。もうこんぐらいね。でこの力あっても意外にアジは走らないぐらいじゃん。だいぶこれで泳がせます。まずフリーにしてめっちゃ泳がせて、遠くに行ったなと思ったらカチャってしてドラグをめっちゃ緩めます。でめっちゃ緩めた状態で置きます。でこれ釣り放置です。放置で、こういうこの気抜いた時が先が消えて魚が来るんだよね。釣れんかな。足暴れ出したらな。結構お釣れたー、引いたー、こんな感じ。これ釣り岡式。大体こう置き竿してたらこいつがウィーンウィーンって出て、これ釣り岡オリジナル。多分オリジナルわかんない、やってる人でも普通にこれで合わせるのが難しいの。来た泳げ、そろそろ行くぞ。合わせるよ、合わせた、こんな感じになるから、おすすめはしないけど、走った時の興奮ね。やばいっすね。堤防ブリの時もさ、俺放置して旗と喋ってたらさ、キムがさ、来たジー来たこれがオリジナル。じゃあまあそういうことで、泳がせずにちょっと長くなったけど、これ俺らの一番好きな釣りだから、ちょっと興奮しちゃったね。泳がせの極意は放置と。さっきを消せと。このゆるゆるにして消して待っとく。ただこれのね、ゆるゆるが足りなかったら竿がポーンって飛んでいくから、ほんと限界までゆるゆるしないと竿がこう海に落ちるから、限界までゆるゆるにして放置しましょう。じゃあそういうことで、僕らの大好きな泳がせ釣りの説明でした。ぜひやってください。ぜひやってください。ありがとうございました。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。